時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組では海外のウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。朝夕が一段と冷えてきました。こういう時にはバーでウイスキーをいただいて温まるに限ります。先日は気温差と気圧差のせいでしょうか、かなり片頭痛に悩まされました。皆さんくれぐれも体調に気をつけていただければと思います。それでは海外ニュースからご紹介したいと思います。バルベニー蒸留所からウィークオブピート17年が発表されました。ウィリアム・グラント&サンズ社は蒸留所のストーリーズレンジに新たに加わったウィークオブピート17年を新しい e コマースプラットフォーム C リンクで期間限定販売しました。このウイスキーは蒸留所にまつわる人間の努力の物語や思いがけない出来事を称えるストーリーズシリーズの最新作です。元蒸留所マネージャーのイアン・ミラー氏がスペイサイド蒸留所でピーテッドウイスキーの製造を開始した2002年以来、バルベニーから発売される2番目のピーテッドウイスキーでもあります。最初のリリースは2019年に発売されたウィークオブピート14年です。今回発売されるウォークオブピート17年はアメリカ産のバーボンダルで熟成、アルコール度数 49.4 度でボトリングされ、価格は C リンクで115ポンド、英国でのみ販売されています。バルベニーのグローバルブランドアンバサダーであるジェマ・パターソン氏によると、先に発売された2019年版よりもよりまろやかなウイスキーに仕上がっているそうです。今月初めに開催されたこのウイスキーのバーチャルローンチイベントで、彼女は追加の3年の熟成がピートをさらにまろやかにしているのがわかりますと説明しています。パターソン氏曰く、そもそもミラー氏がバルベニーでピーテッドウイスキーの製造を試みようと思ったのは、同蒸留所がスコットランドでも数少ない伝統的なフロアモルティングを行っているからだそうです。ミラー氏はピーテッドウイスキーの製造について学ぶためアイラ島に調査に出かけ、帰ってくるなり彼は窯に使うスペイサイドのピートを大量に注文し、ピートバーナーを作りました。蒸留所が年次メンテナンスのために閉鎖される前の1週間の生産スケジュールの空白期間がピートウィークに最適な時期だと考えたそうです。ウィリアム・グラント&サンズ社の新しい e コマースプラットフォーム C リンクでは、まずザ・バルベニーウィークオブピート17年を独占的に販売し、その後年内に広く展開していく予定です。バルベニーは12年や14年カビリアンカスクなど日本でも非常にファンの多い銘柄ですので、ぜひ飲んでみたいですね。続きましてもう一つ海外ニュースをお届けしたいと思います。ブナハーブン蒸留所からカスクストレングス12年が発売されました。スモールバッチ生産で2021年エディションということで限定品ではありますが、今後毎年リリースしていく計画のようです。アルコール度数 55.1% とかなりハイプルーフでボトリングされています。ボトラーズのシグナトリーやダンカンテーラで同じような構成のボトルを見かけられた方もいらっしゃると思いますが、今回は非常に珍しいオフィシャルリリースになります。マスターディスティラーのブレンダン・マッカロン氏にカスクストレングスに込められた思いを聞いてみました。アイラ島への旅に出てブナハーブンのウイスキーをカスクから直接お試しいただければ大きな喜びを感じていただけると思います。しかし誰もが旅に出られるわけでないことも理解しています。この限定版12年カスクストレングスで世界中の人々に
体験する機会を提供することができます。すべてのウイスキーがカスクストレングスで機能するわけではなく、多くのウイスキーはシェリーダルでの完全な熟成には耐えられません。当社の12年をカスクストレングスでボトリングすると、スパイス、割れた黒胡椒、シナボンなどと核となる特徴が強まりますが、ウイスキーの特徴が損なわれるわけではなく、むしろ強調しています。ウイスキーの口当たりと質感が増し、スピリッツと木のバランスがより凝縮された形で表現されています。これはまさにボトルの中でブナハーブンを体現しています。オフィシャルのテイスティングコメントは動画の概要欄に公式リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのウイスキーにまつわるお便りを募集しています。いただいたコメントの中から番組内で紹介していきますので、動画の概要欄にある Twitter リンクから DM でお送りください。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は第10回放送を記念しまして、スコッチウイスキーのあるシリーズを1本ずつ複数回にわたってご紹介していきます。グラスゴーの老舗ボトラーズダグラスレインから、リマーカブルリージョナルモルト第1弾ビッグピートです。このシリーズを選んだ理由としては自分の実体験でもあるんですが、ウイスキーを飲み始めてからしばらく経って本格的にスコッチを楽しみたいという頃にこのウイスキーに出会いまして、各リージョンの特徴や主要なシングルモルトの銘柄について非常に勉強になりました。オーセンティックやスタイリッシュなボトルデザインが多い中で、どちらかといえばコメディリリーフなデザインからあらかじめ知ってないとなかなか手を伸ばしにくい方も多いんじゃないでしょうか。これからスコッチをもっと知りたいという方でしたら、ぜひ参考にしていただければと思います。ダグラスレインは1948年スコットランドのグラスゴーに創立。その前身はアメリカを主な取引先とする海運業者でした。当初はブレンデッドスコッチウイスキーの会社として名だたる銘柄をリリースしていましたが、ブレンデッドウイスキーの需要減によりシングルモルトボトラーとしての歩みを始めます。現当主のフレッド・レイン氏は1972年に参入。その卓越した嗅覚を持って樽の選定からブレンディングまでを一手に担ってきました。2014年には娘のキャラ・レイン氏も事業に加わり、より一層ファミリービジネスとしての絆を強固にした同社。そこから放たれる素晴らしい商品の数々は、シングルモルトでもブレンデッドモルトでも、かつてブレンダーとして才能を発揮していたフレッド氏の感性と、その背中を見て育ったキャラ氏の確かな審美眼が反映され、絶大な人気を得ています。そしてこのボトルはリマーカブルリージョナルモルト第1弾として2009年にリリースされました。スコットランドにある6つのリージョンのうちアイラ地方のシングルモルトをブレンドしたブレンデッドモルトになります。ビッグピートはふんだんなピートとピートおじさんのダブルミーニングになっていまして、ジョーク混じりの言葉遊びを表現するため、地元アイラ島のおじさんをイメージしたインパクトのあるイラストが採用されています。各モルトの熟成年数やブレンド割合は不明ですが、アードベック、カリラ、ボーモア、そして閉鎖蒸留所のポートエレンがブレンドされていることで、瞬く間に話題のウイスキーとなりました。カリラは甘さ、ボーモアは完璧なバランス、
アードベックは薬のような土の香り、ポートエレンはエレガントさを表現してブレンドされているそうです。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。早速香りからいただいてみたいと思います。さすがふんだんなピートと言われるだけあって、トップノートにガツンと燻製香が香ります。香りが開いてきますと、浜辺の塩や、爽やかな草の香りも感じられます。ラストノートにこれらがまとまって軽やかなヨード香に落ち着いてきます。では飲んでいきたいと思います。ミディアムボディで、口当たりは非常にスムースです。ピートの味わいが口いっぱいに広がります。最初にカリラのようなピートのニュアンスを感じます。全体的に甘口ですが甘すぎず、ピート由来の苦味とも調和していて、ボーモアらしいモルトとピートのバランスの良さが味全体を支えている印象ですね。フィニッシュにピリッとしたスパイシーさ、アードベック特有のポートエレン製麦所の甘いコクと、そして長いピートの余韻、鼻に抜けるまろやかなヨード香、フレッドレインの技が光る一口でアイラを堪能できるボトルになっています。アルコール度数 46% ではありますが、口当たりはスムースですので、アイラ初心者の方にも飲みやすいウイスキーではないでしょうか。これからアイラを勉強してみたい方や、アイラを一通り召し上がってきた方にも楽しめる仕上がりだと思います。もしバーで見かけられた際には、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回はリマーカブルリージョナルモルトの第2弾ということで、スペイサイドのあのワンちゃんをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。